俺の名前は三浦淳平。俺が小さい頃、両親は仕事が忙しい人たちで、海外に行って半年は帰ってこないなんてことはしょっちゅうだった。幼い頃の俺はどうしても考えてしまうことが多かった。俺のことより仕事の方が大事なのかな。そんなことはない。お前より大事なものなんてありゃしないよ。と言って、一人遊びばかり得意になってしまった俺の頭をポンポンと撫でてくれたのは、いつだってじいちゃんの武骨ながらも優しい手だった。両親が海外を飛び回っている間は、このじいちゃんの家に預けられていた。じいちゃんは小さな美容室を営んでいた。来店するのは近所のおばさんや、俺と同い年くらいの子供を連れた家族。じいちゃんの友達、常連のお客さんが主だった。優しく俺を撫でてくれるその手は、特に手品師のようにハサミを扱い、みるみるうちにお客さんの髪がきれいになっていく。そしてお客さんは鏡を見てみんな満面に微笑みが浮かぶのだ。美容師としての技術と言ったらそれまでだけど、小さかった俺がそんなじいちゃんの姿を見て、じいちゃんはマジシャンだ、なんて思うのも無理はないだろう。一人遊びばかりしていた俺だったが、じいちゃんの家に預けられるようになってからというもの、毎日美容室の空いた椅子に座り、時には学校の宿題をしながら、それでも気がついたらじいちゃんの手品を食い入るように見つめているのだった。そんなのずっと目の当たりにしていたら、じいちゃんに憧れてしまうに決まってる。俺は中学を卒業後、美容師の専門学校に入学した。そこで2年間、俺はみっちり美容師になるために勉強をした。覚えることは山積みだった。シャンプーの練習をしすぎて手は荒れ放題だったし、基礎的なことは全部頭に叩き込んでも、いざ実技となると、ウィッグ相手でも緊張してしまう。じいちゃんは、俺が美容師になることに反対はしなかった。休みの日はウィッグを持ち帰って、じいちゃんに教わりながら練習をした。じいちゃんはいつにもなく真剣な表情で、俺に丁寧に指導してくれた。俺は改めて周りの環境に恵まれているということに感謝した。美容師の専門学校を卒業し、じいちゃんに、この店で修行させてほしい、と頼み込んだ。じいちゃんは少しだけ顔を曇らせた。どうしたんだろう、と俺が疑問に思っていると、じいちゃんは静かに話し始めた。実はな、最近、近所に大きい駅ができただろう。それの影響だとは思うが、チェーン店の美容室や個人の美容室が徐々に増えてきてな。常連さんも何割かはそっちに行っちまったんだ。俺も年だしな。この店も設備やなんやらが古い。それでな、この店は畳もうかと思っているんだよ。確かに最近この辺りの開発が進んでいて、ところどころでマンションやショッピングモールの建設が進んでいた。大きな駅だけあって、周りにも飲食店が増えたようであったし、美容室もちらほら見かけた。ばあさんと二人で30年前に始めた美容室だ。俺も本当は畳みたくはない。ここにはばあさんと俺、それにお客さんたちの思い出がたくさん詰まっている。ばあちゃんは俺がここに預けられるようになる前に亡くなっていた。だけどじいちゃんからよく話は聞いていた。ばあちゃんは人当たりがいい人で話し上手だったから常連のお客さんも喜んでいたって。本当はここを失いたくはないんだがな。じいちゃんは年季の入っている椅子を愛おしそうに撫でながら言った。
今の俺には何の力もない。じいちゃんみたいな技術も、店を維持するためのお金も、何もできないのが悔しかった。辛かった。だけど、今の俺には拳を握りしめることしかできなかった。その後、じいちゃんが店を畳むまでのわずかな時間だけど、それでもいいのなら、と、俺を美容師見習いとして雇ってくれた。誰かとこうして肩を並べて働くってのは久しぶりだ、と、じいちゃんは照れくさそうに笑った。常連さんも俺が小さい頃からここにいることは知っていて、よく可愛がってもらっていた。俺が大きくなって美容師になるために勉強していることも、じいちゃんから聞いていたらしい。俺がじいちゃんと一緒にいらっしゃいませ、と出迎えると、もうめちゃくちゃに喜んでくれた。俺はじいちゃんの技術を間近で見て勉強しながら、お客さんの接客、シャンプー、掃除、雑務などの仕事をした。ある日の閉店後、じいちゃんにカットした練習用のウィッグを見せたら、お前ももう切っていいぞ、と言われた時は飛び上がるほど喜んだ。それでもまだじいちゃんのようにうまくできる自信がなく、引き続きカット以外の仕事をこなしながら、閉店後は練習を続ける、そんな毎日だった。そんなある日のこと、じいちゃんが、店を畳むための話し合いが午後からあるんだ。行ってくる。と言い、営業時間を短縮し、午前中だけ営業して、午後は閉店することになった。じいちゃんを見送ってから、俺はいつもより早い時間だけど、一人で練習を始めた。シャキシャキ、と、ハサミの軽快な音が、しんと静まった室内に響く。その時だった。コンコンと出入り口の方からノックの音がした。お客さんかな？今日はもう閉店なんだけど、と思いながらカランカランとドアを開ける。目線を下に下げると女の子がそこに立っていた。今にもこぼれてしまうくらい目には涙が溜まっている。どうしたの？俺は慌てて女の子の目線と同じになるようにしゃがむ。あのね、お家、どこかわかんなくなっちゃったの。迷子か、と思いながら女の子をよく見ると、髪の毛に小さい木の枝が何本か複雑に絡まっていた。髪、ぐしゃぐしゃになっちゃってお金がいるってわかってるの。でも、私これしか持ってなくて、ちらっと女の子はお店の表に書いてあるカットの金額を見ながらそう言った。そして俺に拳を差し出してきた。女の子が手を開くと100円玉が1枚だけあった。せっかく今日はママに可愛くしてもらったのに、友達と遊んでたら髪の毛が木に絡まっちゃって、ポロポロと今まで我慢してきた涙が落ちて、コンクリートの地面を濡らし始めた。放っておけないと思った。この女の子を今すぐ笑顔にしてあげなくちゃ。よし、わかった。大丈夫。お兄さんは美容師なんだ。すぐに可愛くしてあげるよ。と、女の子が不安にならないように笑顔で言った。いいの？私、お金100円しか持ってないよ。と、まだまだ不安そうな顔で、女の子は100円玉を握った手をぎゅっと握りしめる。大丈夫。お金はいらないよ。実は、君は1万人目のお客様でね。そんなラッキーなお客さんは、なんとタダで可愛くしてもらえるんだ。我ながらかなり無理がある嘘だった。と思ったが女の子は、1、10、100、1万人？すごーい！と少しだけ表情が明るくなり、キャッキャッとはしゃぎ出した。それじゃ、いらっしゃいませ。1万人目のラッキーなお客様。どうぞ中にお入りください。と、女の子を美容室に招き入れる。俺は女の子を椅子に座らせると、それじゃ始めていくね。
と声をかけた。まずは丁寧に絡まった木の枝をほどいていく。決して女の子の髪を引っ張らないように、傷つけないように、丁寧に丁寧に。シャンプーやトリートメントが終わってドライヤーで髪を半乾きにしたら、いよいよカットの段階だ。よし、それじゃ髪を切っていくね。女の子は綺麗なロングヘアだったが、木の枝が絡みついたところはダメージを負っていた。ここね、木の枝で傷ついちゃったみたいだから、このくらい切っても大丈夫かな。うん、大丈夫。シャキシャキと使い慣れたハサミで丁寧に女の子の髪を切っていく。人の髪をちゃんと切るのはこれが初めてだった。俺は緊張こそしていたものの、とにかくこの女の子に笑顔になってもらいたい。その一心で手を動かし続けた。ある程度カットが終わったところで、仕上げにヘアアイロンでくるくると髪を巻いてあげた。できたよ。わあ。鏡に映る自分の姿を見て、女の子はまるで花がほころぶように笑った。すっごーい。お兄さんすっごい。お姫様みたい。髪をふわふわと揺らしながら、女の子は嬉しそうに美容室の中でくるくると回り始めた。お兄さん、本当にありがとう。どういたしまして。女の子につられて、俺も笑顔になる。ママにも早く見せたい。あ、でも私、迷っちゃったんだった。しょんぼりと肩を落とす女の子に俺は、お家はどのあたりなのと聞いた。話を聞いていると、あの大きな駅の近くだったので、俺は女の子を駅まで送ることにした。女の子はすっかり心を開いてくれたようで、名前を教えてくれた。私ね、みのりっていうの。お兄さんは？そういえば名乗ってなかったね。お兄さんは、順平って名前だよ。よろしくね。そっか、順平お兄さんだ。女の子、みのりちゃんは歯を出して笑う。無事に駅までみのりちゃんを送って、何度も何度も手が取れちゃうんじゃないかってくらい手を振るみのりちゃんに苦笑いしながら、俺も大きく手を振った。その日帰ってきたじいちゃんにはすべてを話し、店のものを勝手に使ってごめんなさい、と謝った。するとじいちゃんは少し驚いたような表情をしてから、それでそのお嬢さんは笑顔になってくれたのかいと聞いてきた。俺はみのりちゃんの笑顔を思い出しながらうなずく。そうするとじいちゃんは俺の頭をわしわしと少し乱暴なくらいに撫でまくって、よくやった。さすがは俺の孫だ。お前も今日から立派に一人前の美容師だな、と嬉しそうに笑った。数日後、カランカランとお店のベルが来客を告げる。いらっしゃいませ。あれ？順平お兄さん。みのりちゃんだった。みのりちゃんは俺の腰に勢いよく抱きついてきた。その後から、あらあら、まあごめんなさいね、と綺麗な女性が入ってきた。ママ、この人が順平お兄さんだよ。ママ？俺が呆然としていると、みのりちゃんにママと呼ばれた女性は、娘から全部聞きました。この前娘が困っている時に助けてくださった方ですよね。その説は娘がご迷惑を、そして助けてくださったことに感謝を伝えたくて、今日はお邪魔させていただきました。俺はハッとなり、すみませんでした。大事なお嬢さんの髪を勝手に切ってしまって、少し青ざめながら謝ると、いいえ、娘から、みのりから全部聞きました。みのりちゃんの頭を撫でながらお母さんはこう続けた。びっくりしました。あの日帰ってきたら、みのりがすごく上機嫌で、とても可愛い髪型になっていて、それで話を聞いてみたら、無償で髪を整えてもらって駅まで送ってもらったと。みのりちゃんのお母さんはにっこりと笑う。いえいえ、そんな、と、俺は顔の目の前で
手をブンブンと振る。後で聞いて目玉が飛び出るほど驚いたのだが、このお母さん、元美容師だという。しかも芸能人やモデルもお客さんとして店に通っていたらしい。いわゆるカリスマ美容師だった。そんな方の娘さんのカットをよりにもよって、人のカットをしたことのなかった俺が切ってしまったのか、と俺は青ざめたけれど、淳平さん、あなたの腕は確かだと思います。自信を持って、元美容師の立場で偉そうなことは言えないけれど、娘を素敵な髪型にしてくださって本当にありがとう。それに、みのりのあの日の笑った顔と言ったら、本当に素敵な出来事があったのねってすぐにわかったわ。と、お母さんは笑ってくれた。俺は美容師人生で今一番幸せな瞬間に立っているのではないかと思うほどに嬉しかった。カランカランとまたベルが来客を告げる。あら、あなた。パパ？そこには一人の男性が立っていた。メガネをかけた温厚そうな方だった。はじめまして、この度は娘が大変お世話になったようで。どうやらみのりちゃんのお父さんもわざわざこの店に足を運んでくれたらしい。妻から話を聞きましてね。なんて素敵な美容師さんなんだと思って、ぜひお礼が言いたいと思いまして。美容室の場所がわからず、近所の方に尋ねたら、きっとここじゃないかと言われましてね。みのりちゃんのお父さんは店をぐるっと一望した。じいちゃんが、いやー、年季ばかり入っていてお恥ずかしい、と言うと、とんでもない、すみません、じろじろと見てしまって、とても趣のある素敵な美容室だなと思っていました。やっぱりぜひお願いしたいな。と、みのりちゃんのお父さんとお母さんはアイコンタクトを取っている。お願いと、俺とじいちゃんがきょとんとしていると、みのりちゃんのお母さんが、夫はテレビ局のプロデューサーでして、今度この町の特集をテレビで特集することになりまして、古き良き美容室としてこちらの美容室を紹介させていただけないかと、今日はそのお願いも兼ねてこちらに来たんです。こちらが企画書になります。と、お父さんはおじいちゃんに何やら書類を渡していた。じいちゃんも俺も突然のことでしばらくの間ポカンとしてしまっていたが、テレビにこの店が出るんですか？と俺が尋ねる。そうですね。そして淳平さん、あなたにもう一つお願いがあります。娘に素敵なマジックをかけてくださったあなたにだけしか頼めないことです。あなたのこともぜひテレビで紹介させていただきたいのです。と、お父さんは熱意を込めた目で俺のことをじっと見てきた。半ばお父さんの熱意に負けてという形だったが、この後、この美容室はテレビで紹介されることとなった。テレビで紹介されて翌日からお店はてんてこまいだった。番組を見てくれたと思われるお客さんがたくさん来店してくださったのだ。俺も緊張こそしたものの、お客さんにマジックをかけるように、笑顔になってくれるように、とじいちゃんと二人で奮闘した。その後、店を続けることを諦めかけていたじいちゃんの闘志に火がついたのか、俺はまだまだやれるぞ、と言い放ち、なんと店を畳む計画は、きれいさっぱりなくなったのである。お客さんも常連さん以外も新規のお客さんがたくさん来てくれるようになり、俺もじいちゃんも腕を振るい続けた。そしてお店のリフォームもできることになった。古き良き美容室というのは変えずに、古くなり動作が怪しくなっていたものを中心に、今後も営業が続けられるようなリフォームを業者にお願いした。俺はこの大好きな場所を守れたこと、じいちゃんに恩返しができたことが本当に嬉しかった。ちなみにみのりちゃんご一家との関係は続いており、家族でこの店の常連になってくれている。そして今日もお客さんを笑顔にするために、俺は年季の入ったオープンの札を表に出す。
カランカランとベルが鳴り、今日のお客さん第1号が来店した。いらっしゃいませ。じいちゃんと俺の軽快な声が美容室に響いた。